皆さんこんにちは、上ちゃんです。はい、というわけでね、今回はなんとやてちゃんが僕の代わりにキッチンに立って急に優しい料理を作ってくれるとのことです。イエイ。はい、まだ何を作ってくれるかっていうのは一切聞かされていません。僕自身もやてちゃんが作る料理っていうのは多分初めてかな、食べることになるので、今日すごく楽しみにしています。ではね、今日はやてちゃんが地球に優しい料理を作ってくれるということなので、早速調理編の方へどうぞ。上ちゃんの料理部屋。あ、やてちゃん。こんにちは。はい、こんにちは。今日はね、はい、僕の代わりにやてちゃんが地球に優しいご飯を作ってくれるということなので、今日は何を作っていただけるんでしょうか。今日はおからのポテサラ風をお作ります。ありがとうございます。おからのポテサラ風。なるほど、肉の代わりにおからを。じゃあ早速お願いします。はい、お願いします。はい。じゃあ材料なんですけど、はい。まずおからパウダーじゃなくて生おからほう。と、あと蒸しサラダ。蒸しサラダ。豆。食べたことないですね。あ、ないですか？ないですね。美味しいですよ。そんなおしゃれな豆。あとはきゅうりと人参とお。コーン。はい。あとは玉ねぎ。お。これはもうすでにみじん切りして、水にさらしてちょっと辛みを抜いてます。なるほど。使うので先にやっちゃったケースね。先にやっちゃいました。はい、せいせいせい。あと豆乳とお酢と塩コショウとあとマヨネーズ。お。でこのマヨネーズはででん。卵不使用のほう。マヨネーズ。地球に優しい。はい。まずですね、もうめっちゃ簡単なんですけど、はい。でこのおからがですね、今日全部使うのでこれ 300g でめちゃめちゃ量があります。何人前できそうですか？もうね、10人前めっちゃできるんちゃうかなと思う。パーティーじゃないですか。今日はおからパーティーやりましょう。おからパーティー。私はいつも 120g ぐらいでだいたい作ってます。なるほど。それでも結構な量ができるんで。なんでその量に合わせてね、やってほしいんですけど。量に合わせてってことですね。で人参は300g あるんで、1本は使った方がいいかなと思います。はい。そうですね。人参1本使うって結構な量ができますよね。結構な量ができますね。皮はまあ剥いても剥かんでもどっちでもいいかなと思います。どっちもいいんですか？皮となんかやっぱ身の間に栄養があるらしいので。なるほど。そう、あんまり剥かずに使ったりしてるんですけど。なんかテレビで見たんやけど、人参の皮ってもうすでに剥かれたまま売ってるらしいよ。そうなの？だから剥かんでいいらしい。でもなんかやっぱ身と皮の間に栄養が一番詰まってるらしいから。なるほどね。はい。詳しくはどんな栄養なんですか？いや、わかんないです。なんかね、人参は生で食べたらビタミン C を壊す、吸収しないから、なんか成分があるらしいから、生で食べるときはなんかな、お酢とかと一緒に取ったらいいんやって。なるほどね。はい。で人参は生で入れるので、ちょっと薄切りの方がいいかなと思います。薄切りですね。なるほど。やてちゃん普段から料理はするんですか？普段はね、やりますよ。あんまり手先が器用じゃないので、でも毎日やってます一応。どんな料理作るんですか？私ですか？どんな料理やるな。フレンチとか。やばいね。フレンチ作ってる手先に見えるこれ。別に手先関係ないやろ。フレンチは作らないんですけど、唐揚げ。おお。ソイミートの唐揚げも結構作ります。あとはソイミート使った料理やったら、私もそれこそタコライスとか。普段からおからとか使うんですか？このおからのサラダは、もうヨガの先生のうちにお邪魔した時にご馳走してくれて、全く同じレシピではないんやけど、そのサラダがめっちゃ、私おからを食べたことがなくて、それまでなんかおからを食べるっていうなんか機会がなくて、全然。確かにやてって言ったらもうフライドチキン、唐揚げ、ステーキ、焼肉、ラーメンみたいな。そうなんです。なんか私ラーメンはあんまり食べない。つけ麺やったっけ？つけ麺も、いやそんな食べへんけど、でも結構私なんか一時期言ってへんかったっけ？ジャンクフードがすごいこう好き。ハンバーガーとかな。そう
そうやったからちょっと人参多いかもしれないけど適量に合わせていただいて、はい、だけどなんか、そこで初めておからってこんな美味しいんやっていう衝撃を受けて、そうでその先生はビーガンでほとんどお肉取らはらへん先生ですごいな。そうですごいなんかそれが美味しくて、うちでも作りたいと思って、作ってじゃあなんかすごいハマって、もう1ヶ月ぐらい同じこればっかり作って食べてました。今回ねちょっとマヨネーズとかも普段と違うマヨネーズなんで、もしかしたら想像してる味じゃないかもしれませんけど、きゅうりも切れたのでこれで塩もみをします。塩もみ、塩もみしてちょっと放置します。いやでもおからはほんまにめっちゃ簡単っすね、意外と。めっちゃ簡単やし美味しいし、でおからってやっぱ腹持ちがすごいいいから、お腹膨れるし、でも女の人のその美容面でもめっちゃいいと思う。ちょっと人参切りすぎたんでちょっと取ります。なるほど。ちょっと150で作ってもいいですか？どうぞ。じゃあこちらのおからを使って乗せていきます。だいたいこれ 300g なんで半分、だいたい半分ね。全部入れちゃうか。結局いや、いいっすよ。入れちゃいます。結構できると思うけど量は。今日8人前ちょっと持って帰ってくれ。全然できないやん。家で。で、おからを入れました。でもうあと普通に混ぜていくだけなんですけど、この水切りした水切り玉ねぎ、玉ねぎもこれ1玉あるんですけど、結構これね好みなんですけど、私は多めの方が美味しいなと思うので、半玉ぐらいかなはこれで入れました。ちょっと後で様子を見ます。で、あと人参ですね。でもね、人参1本切ったんですけど、色合いがね、やっぱ人参入ってたら美味しそうに見えるんで。確かに。きゅうりは塩もみしてにぎにぎするわけですね。もししょっぱかったらお水でちょっと洗ってもらって、塩もみした方があれですね、水分抜けるから後でべちゃってなりにくいから、した方がいいかなと思います。なるほど。そう、なんか人参はね色合い的に入れた方がいいかなと思うんですけど、やっぱ玉ねぎとかも入れたら食感が入ってね美味しいと思います。これを混ぜるんですけど、忘れてた。蒸しサラダ豆。蒸しサラダ豆。これはねめっちゃ美味しいんですよ。でもなんかいろんな種類の豆入ってるよね。そう。だから普通にさ、サラダとかにかけて食べるだけでも美味しいし、私これが好きやから、個人的にちょっと入れてるけど。あとはコーンも入れると美味しいです。なのでこれちょっと混ぜていきながら味を調整していくんですけど、これちょっとね、私がいつも使ってるおからと少し違ってて、結構パサパサしてるんで。いつもどんなやつですか、使ってるの？いつもはね、花おからっていう銘柄のおからなんですけど、すごいね、もっとねしっとりしてて、私はそれで作るのがおすすめです。花おからっていう商品名かな。スーパーとかでも売ってると思う。で、結構パサパサしてるので、豆乳を入れます。豆乳入れたらちょっと滑らかにねなりますので、豆乳は私は結構適当なんですけど、いつも入れてるんですけど。でも色合いすごい綺麗ですね。そうなんですよ。ちょっとね、いい感じです。でも結構パサパサしてるんで、豆乳は若干しっとりするかなぐらいで入れた方がいいかなと個人的には思います。ね、滑らかなちょっとクリーミーっぽい方が美味しいね。口当たり。そう。塩コショウね、味付け。塩コショウ。私は結構ピリッとねスパイシーなのとか好きやから、コショウ結構しっかりめにくるんですけど、これはなんだろう、お好みでしてください。ちょっとでも普通のマヨネーズ入れてみます。
お酢入りまちす。ょっとお酢はねそんなに入れません。ちょびっと。でマヨネーズはまあまあ入れた方が美味しいけど、これは卵塩の。こんなもんかな。一回あとはもう混ぜて、で、味を見てください。OK かな。こんな感じで大体混ぜれたなと思ったら、でちょっとやっぱしっとりしてる方が美味しいと思うんで、そう豆乳がねやっぱ、豆乳の量がどうでしょうか。はい、あ、いい感じじゃないですか。あ、めっちゃしっとりしてるやん。そうポテサラっぽく見えます。じゃあやてちゃん、完成ですか。これでじゃあ完成です。はい、ありがとうございます。はい、というわけでね、今日はやてちゃんにお体サラダをお体サラダじゃないお体サラダを作っていただいたんで、早速ね出来たてのうちに実食していこうと思います。はい。じゃあ今日は作っていただいたんで、僕がね、試食をしていきます。やてちゃんいただきます。これで大丈夫？食べ方とかある？ないです。ないです。自由に。じゃあいただきます。おいしい。なんかポテサラよりめっちゃあっさりしてて、タンパク質も多そう、味的に。おからって何やったっけ？豆乳絞ったかすじゃない？すごいあっさりしてて美味しいです。久々にこういうの食べた。よかった。お惣菜的な。ぜひ食べてみてください。いただきます。味見を何回もされてると思うんですけど。ちょっとでも初めて使ったおからなんで、玉ねぎも美味しい。玉ねぎあった方がいいよな。そう。食感がいいですね。あと。いかがでしょうか。いつも。美味しいです。はい。なんかまあもうちょっとしっとりさせて、まあしっとり加減はお好みなので、豆乳多めにするか、マヨネーズ多めにするかとかで。いや美味しいです。なんか塩分があんまり強くないから、これやったら10人前食べれる。大量にできたね。そう。なんかいつもなんかポテサラって言ったらこう自分で作った時にやっぱちょっと濃いめに味付けしちゃう。だからあんま量食べれないみたいな。だけどこの味付けやったらいくらでも食べれる。非常に美味しいです。じゃあ恒例の。じゃあ上ちゃん。はい。今日のおからサラダは成功ですか？失敗ですか？成功です。美味しかったです。やったー。なんかね、普通にうちのレシピとしても使いたいです。それぐらい美味しいです。嬉しい。あっさりしてて、逆にこういうあっさりした感じのご飯の作り方がわからへんからぜひレシピとして導入していきたいと思います。ありがとうございます。はい、というわけでね、今回の料理も大成功ということなんですけども、次回もキッチンから地球に優しい美味しい料理をお届けするので、次の動画もまたお楽しみに。またねー。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価をお願いします。お願いします。またねー。